ご神君。一つ、縁談に相性を改め見合わすより、誠の心を見合わせよ。愛楽世界、愛をかけよで生み出す世界に住むに、相性を改め見合わすより、信心になれ。永遠の徳につながる生き方を目指せ。心して正道を行け。道の友柄は相携えて。迷信に迷うことは道を違えると知れ。永遠の幸福に至るためにも夢忘れるな誠の道を。永遠の徳につながる生き方を目指せと。永遠の徳につながる生き方。これは信心させていただくものの生き方とでも言うのでしょうか。信心させていただくものはどう生きるのが本当かというようなことだと思います。師匠は神様のお心にかなう生き方、神様のお心に沿い立てまつる生き方というようなことを教えてくださいました。また私もその信心をさせていただいておるものの生き方、それは神様のお心に沿い立てまつりたいというその思い、そこから来るところの生き方、いわば神様のお心が分かりたいと、師匠の天土の心しいたし道あらば、示せ天土おのが心にと、神様のお心を求めていかれた。そしてその神様のお心に沿い立てまつる生き方をさせていただこう、させていただきたいという、そこの一年からではなかったかと思いますね。また師匠は、世間では仕事が仕事を教えるという、この信心も信心が信心を教えるということがあるとご理解くださったことがあります。普通仕事をしておりますと、その仕事がここはこうしたらよかろう、これはこうしたらいいと、なんとなく勘が働いてくるものだと、そういうことにつながるのではないかと思いますね。信心をさせていただいていると、それこそ別に神様からああしなさいこうしなさいとお指図を受けるわけではないけれども、師匠のもとで信心の稽古をさせていただいていると、その成り行きの中に、これが神様のお働きだろうというようなことがあるものですね。昨日もその研修を聞かせていただいておりましたら、ある方のお届けがあったと。大変事故に遭われたお届けだったと。ところがそのお届けがあるのが、いわゆるリズムというのでしょうか、タイミングが悪いと。いわば師匠がお結界に疲れる。そしたらそこにすぐお届けがある。そういうタイミングならば、この方は助かられるだろうと、おかげをいただかれるだろうと、すぐ直感するけれども、それが出てきた。そしたら電話があった。そしてまたある方のお届けがあった。それは桜井という方がお届けがあった。そしてその後にその事故に遭ったというお届けがあった。これはどうもそのリズムが悪いと。
しかも桜井という方の後にお届けがあった。桜井、桜ですね。桜は散るものですね。潔いもの、潔く散る。その代表として桜と、いわばこれは散るのが定めというのでしょうか。普通でいけばこの方はもう散ってしまうのであろうというような感じがすると。そういうふうにそのお届けがある、その前後にある働きから神様のお心を感じ取っていかれたわけですね。この場合はその後にまた神様からお知らせがあったと。ですからそのままではダメだけれども、その公の心を持って願えと。その公の心、願い主の公の心を何というのでしょうかね。何々に免じて許してやるというようなことがありますね。その願い主の公の心を持って免じてもらえというのでしょうか。命を助けてもらえというのでしょうか。そういうことだったというようなお話をしておられました。一つ一つの成り行きの中にそれを通して神様のお心を感じ取っていかれる。そのあり方を教えてくださったように思いますね。実は昨日は私も成り行きの中に、以前からポッドキャストというのを耳にしており、これをどうしたらいいのだろうかと思っていたのですけれども、あるお教会の先生がポッドキャストを始めましたと YouTube でお話ししてあるのを家内が見せてくれました。これはそれこそ神様の一声だなと。ポッドキャストというものをやってみようというような、これは神様がそう願っておられるのだなと私には感じました。そのこれは神様の願いだなと成り行きの中で感じさせていただく。神様がこうしたらどうかと。決して神様はああせろこうせろと命令的なことをなさることはあまりありませんね。どちらかというと提案的な、ああしたらどうかこうしたらどうかという感じが多いですね。いわばそこで神様の心はここにあるのだな、ここを願っておられるのだなと感じたら即そのことに応じさせていただく。そこが大切だと思うのですね。日頃どうでも神様のお心に沿い立てまつる生き方をさせていただきたいという一念を持って生活させていただき、そしてここにこれが神様のお心だなというものを感じさせていただいたら即そのことを実行させていただくという生き方が大切なのではないでしょうかね。それから早速いろいろ調べさせていただき、昨日は12日を回っておりましたけれども、おかげさまでなんとか今年の分1月1日からの分をそのポッドキャストというところにアップロードさせていただくことができました。画像で言えば動画はビデオですね、 YouTube ですけれども、
音声、どちらかというと音声だけに特化したようなところですね。ですから、音楽がたくさんあったり聞けたり、またラジオですか、インターネットラジオというようなラジオ番組があったりとか、そういうところですけれども、これからは YouTube と合わせてポッドキャストというものでの配信もさせていただこうと思っております。それはそこに神様の願いを感じさせていただいたからですね。それがどうなるかはわかりません。ただ神様の願いを感じ取らせていただき、そしてそれを素直に実行させていただくということが大切なのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。